4月28日、ホワイトハウスが世界に向けて1枚の写真を投稿したのだ。そこには TWOKINGS 2人の王という文字が添えられていたのだ。 TWOKINGS アメリカって共和制ですよね。それって問題じゃないんですか？今日はチャールズ国王のホワイトハウス訪問を深掘りするのだ。贈り物の裏に隠された246年の歴史と英米同盟が日本の安全保障コストに直撃する話まで全部解説するのだ。まず贈り物から入るのだ。チャールズ国王がトランプに渡したのは1879年に作られたリゾルートデスクの設計図の復元版なのだ。このデスク、今もホワイトハウスの執務室で使われているのだ。デスクの設計図をプレゼントってかなり変わった贈り物ですよね。そもそもそのデスク、どこから来たんですか？そこが面白いのだ。1880年、ビクトリア女王がアメリカ大統領に送ったのが始まりなのだ。材料はなんと、イギリスの軍艦 HMS リゾルートの廃材なのだ。重さ590キロ。英米の友好の象徴として、以来146年間ホワイトハウスに鎮座しているのだ。146年前からずっと使われてきたデスクの設計図を持ってくるって、チャールズ国王、かなり意図的なメッセージを込めてますよね。私たちの歴史を忘れるな、みたいな。その通りなのだ。そしてトランプの返礼も負けていないのだ。1785年のジョン・アダムズの手紙。当時アメリカ初代大使としてイギリスに赴任したアダムズが、ジョージ3世と会った直後に書いた手紙なのだ。独立戦争で戦った相手の王と友好関係を結ぶ、と合意した、その感動が綴られているのだ。ちょっと待ってください。独立戦争8年間戦った元敵国の大使が、その相手の王に会いに行くって、どれだけ気まずかったんですかね。昨日まで銃を向けてた相手と握手する、くらい複雑じゃないですか。まさにそうなのだ。だからこそトランプはその手紙を選んだのだ。過去の敵でも仲直りできる、というメッセージを246年前の資料で示したのだ。外交の贈り物というのは、ただの礼儀じゃなく、言葉より雄弁な政治的声明なのだ。次に女性同士の贈り物も紹介するのだ。メラニア、トランプはブリティッシュ、ジュエリーデザイナー、フィオナ、レイのブローチを受け取ったのだ。このデザイナー、チャールズ国王から王室御用達の認定を受けているのだ。一方、トランプがカミラ王妃に送ったのはティファニーの銀のティースプーン6本セット。それとホワイトハウスの蜂が作った蜂蜜ってかなり個性的な組み合わせじゃないですか。実はそのティースプーン、単なる高級品じゃないのだ。1987年のティファニー創業150周年に大統領公式迎賓館ブレアハウスが発注した特注品と同じデザインなのだ。つまり国賓をもてなすために作られた特別なスプーンという意味が込められているのだ。ティースプーンと蜂蜜か、メッセージ性があるのは分かりましたけど、蜂蜜は正直ちょっとってなりますね。ホワイトハウスの蜂が作ったってどういうことですか？ホワイトハウスの南庭には建物そっくりに作られた巣箱があるのだ。そこのミツバチが作った蜂蜜なのだ。ここにアメリカの家で育った甘さを届けるという意味を込めていると解釈できるのだ。外交の贈り物は全てがナラティブなのだ。そしてここが今回の核心なのだ。ホワイトハウスは2人の写真に TWOKINGS 2人の王とキャプションをつけたのだ。ロイターによると、民主党議員のジョー・モレル下院議員はこう言ったのだ。アメリカでは国民が主権者です。大統領がそれを理解していないように見える。と。私、これすごく気になっていたんですけど、トランプって以前にも、王様、的な映像を自分でシェアしてたんですよね。実際のところ、これって、で終わる話なんですか？それとも本気で問題だと思いますか？僕の正直な見立てを言うのだ。これはで済ませるには重要すぎる問題なのだ。チャールズ国王は同日の議会演説で1215年のマグナ・カルタ、1689年の権利商店、1791年の権利商店を引用して、行政権にはチェック&バランスがあるとわざわざ強調したのだ。ポリティコによれば同時場に2人いても全く別のことを考えていたのだ。では英米同盟の強化が日本にどう直撃するか、具体的な数字で話すのだ。まず防衛費なのだ。英米が AUKUS、AUKUS、同盟を中心に連携を深めるほど、アメリカは日本にも同盟国として相応の負担をと求める圧力が高まるのだ。日
本の防衛費は GDP 比 2% 到達で年間約13兆円。英米のシグナルが強くなるたびにこの数字がさらに上振れるリスクがあるのだ。13兆円が上振れするって、それ結局税金ですよね。英米の贈り物交換のニュースが回り回って私たちの税負担に影響するって、なんかやりきれないですね。もう一つ、円相場への影響も見逃せないのだ。英米関係が強化されるとイギリスポンドとドルが連動して強くなる傾向があるのだ。今の為替は1ドル154円前後で推移しているが、英米同盟の強化シグナルが出るたびに安全資産としてのドル買いが起き、円安がさらに進みやすくなるのだ。輸入物価が上がり、食費や光熱費に響くのだ。食費や光熱費か。ちなみに英米の特別関係って日本にはプラスに働くこともあるんじゃないですか。例えばセキュリティ的な意味で。同意視点なのだ。プラス面もある。英米の同盟が強固なほどインド太平洋地域への関与が深まり、日本の安全保障の傘も厚くなるのだ。特に中国、北朝鮮への抑止力という意味では英米の緊密さは日本にとって追い風なのだ。コインの裏表なのだ。ここまでのポイントをまとめると、贈り物には246年分の歴史的メッセージが込められていた。 TWOKINGS 発言は民主主義の根幹に関わる問題をはらんでいる。そして英米同盟の強化は日本の防衛費と円相場を通じて家計にも間接的に影響するのだ。冒頭で TWOKINGS という言葉を紹介したのだ。でも実は同じ日に2人は全く違うことを考えていたのだ。トランプは王様的な自分を演出し、チャールズは議会でどんな権力者も法の下にあると語ったのだ。同じ写真の中で全く逆のメッセージが発信されていた。これが今回の最大のアイロニーなのだ。最後に僕の個人的な見解を言うのだ。今回の訪問で一番重要なのは贈り物の中身よりも、二人が全く違うシグナルを発信しながら友好を演じたという事実なのだ。歴史的に表面上は笑顔でも水面下でせめぎ合う英米関係は何度もあった。1956年のスエズ危機がその典型なのだ。当時アメリカがイギリスを裏切って停戦を敷いた。今も同じ構造が潜んでいる可能性はゼロじゃないのだ。じゃあ今後、英米の本当の関係が試されるタイミングっていつですか？トランプが中国に訪問するって話もありましたよね。そこで英米の足並みが崩れたら、と考えると不安になります。そこなのだ。SCMT によると、トランプの来月の中国訪問が英米関係の真の試金石になると指摘されているのだ。カウントダウンは1ヶ月。中国とどんな合意をして、イギリスとどう足並みを揃えるのか、その時に今日の TWOKINGS の写真が本物の同盟だったのか単なる演出だったのかが判明するのだ。さあ、あなたはどう見るのだ？コメントで本物の同盟か演出だけか教えてほしいのだ。明日は中東情勢の続報とトランプ中国訪問の最新動向をお届けするのだ。気になった人はチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。また明日なのだ。